みんな、ずんだもんなのだ。今日も元気に世界のニュースをお届けしていくのだ。今日ずんだもんが紹介するのは、東アフリカの雄大な国、タンザニアなのだ。実はね、タンザニアってすごい秘密を隠してるのだ。みんな知ってる伝説のバンド、クイーンのボーカル、フレディ・マーキュリーさん。あのフレディさんが生まれた場所って、実はタンザニアにあるザンジバル島っていうところなのだ。びっくりなのだ。今日はそんなタンザニアからとっておきのニュースをなんと3つも持ってきたのだ。中でも特に注目なのが3つ目のニュースなのだ。ナショナルピス、私は反逆罪で告発されている。あなたたちの仲間ではないという記事なのだ。チャデマ党首のトゥンドゥ・ビッスさんが裁判で自分を同志ではなく被告人と呼ぶように求めたっていう、なんだかすごい話なのだ。一体何が起きているのか、ずんだもんも気になるのだ。動画の続きが気になる人は、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いするのだ。さあ、みんなで一緒にタンザニアの最新ニュースを深掘りしていくのだ。皆さん、こんにちは。今日は東アフリカの雄大な国、タンザニアをご紹介するのだ。インド洋に面し、壮大な自然が広がる国なのだよ。首都はドドマだけど、旧首都のダルエスサラームも大きな都市なのだ。この国は1961年にタンガニーカとして独立し、1964年にザンジバルと合わさってタンザニア共和国になった共和制の国なのだ。約6000万人以上の人々が暮らしていて、多種多様な民族が共存し、スワヒリ語が広く使われているのだよ。タンザニアの主要産業は農業、工業、そして何といっても観光業なのだ。世界遺産のセレンゲティ国立公園での大サファリや、アフリカ最高峰キリマンジャロ山の登山、美しいザンジバル島のビーチなど、見どころが盛りだくさんなのだ。最近では、持続可能な観光や自然保護への取り組みが特に注目されているのだよ。豊かな自然と文化が息づくタンザニア、本当に魅力的な国なのだ。一つ目のニュースなのだ。タンザニア警察、ポレポレ氏召喚に関する悪意を否定という記事なのだ。タンザニア警察さんが、フンフリー、ポレポレさんへの召喚について、隠れた意図はないのだ、って否定したのだ。警察のデビッド・ミシメ報道官さんは、手続きは透明で、みんな知ってるのだって強調したのだ。ポレポレさんは、オンラインでの疑惑調査は歓迎しつつも、当局に悪い意図があるかもって懸念を示し、デジタルでの情報アクセスを主張したのだ。でもミシメ報道官さんは、オンラインでの情報収集が法律で認められているのか疑問を呈し、元国会議員なのだから、いつ法律が改正されたのか教えてほしいのだ、って反論したのだ。だから、DCI はポレポレさんに直接出頭して、疑惑の証拠を提出するよう求めているのだ。警察は、すべて公正に進めているのだって言いたいみたいだのだ。二つ目のニュースなのだ。ナショナルポレポレ、ネット上の疑惑で警察の呼び出しに応じる、という記事なのだ。元駐キューバ大使のフンフリー、ポレポレ氏が、オンラインでの発言が問題視されて、警察の召喚に応じたのだ。ポレポレ氏は警察の調査開始を評価しつつも、逮捕や釈放が秘密裏に行われるかもしれないと悪意を懸念しているのだ。以前も自宅が襲撃されたり、家族が嫌がらせを受けたりしたことがあると主張しているのだ。でも、警察の報道官は、召喚は公に行われているから悪意なんてないのだと否定しているのだ。そして、ポレポレ氏が議員だったのだから、刑事捜査でオンライン情報収集を認める法律がいつ改正されたのか、逆に教えてほしいと反論しているのだ。警察は9月15日に調査を開始し、ポレポレ氏のオンラインでの発言が犯罪になる可能性があるから、証拠を提出してほしいと要求しているのだ。ポレポレ氏は、召喚が直接ではなく曖昧な方法で行われたことに不満があるのだ。彼は2025年7月13日に
原子道部の無気力さや憲法原則の軽視を理由に大使を辞任したのだ。その後も政府や当局者を批判する発言を続けていて、8月5日には大統領によって外交官としての地位も剥奪されているのだ。この一連の出来事はタンザニア国内で注目を集めているのだ。3つ目のニュースなのだ。ナショナルピス。私は反逆罪で告発されている。あなたたちの仲間ではない。という記事なのだ。ダルエスサラームなのだ。チャデマ党首のトゥンドゥ・ビッス氏が裁判で自分を同志ではなく被告人と呼ぶよう求めたのだ。ビッス氏は反逆罪で告発されているのだから正式に被告人と呼ばれるべきだと主張したのだ。検察側はビッス氏が25年以上弁護士を務めていたから同志と呼んだと説明したのだ。しかし裁判所は検察に対しビッス氏を被告人と呼ぶように指示したのだ。ビッス氏は他にも裁判を一般の人々が自宅から見られるようにライブ中継することを要求したのだ。これは裁判所外で傍聴に来た人々が暴力を受けているため必要だと訴えたのだ。裁判所はライブ中継について裁判所の裁量に委ねられると述べ後日決定するとしたのだ。この後検察はリッス氏が提出した異議に対する応答を始めたのだ。タンザニアは壮大な自然と多様な文化が息づくとても魅力的な国なのだ。一方でポレポレ氏への召喚やリッス氏の裁判など国内の政治的な動きも活発で国民の関心を集めているのだね。美しいキリマンジャロやセレンゲティの裏側でいろいろな出来事が起きているタンザニアからスンダモンは今後も目が離せないのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。